皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今回の動画では無次元化したミカエリスメンテン式の特性についてお話しします。この話を私は1997年初頭に出版した説著に記していますが、ほとんど知られていません。無次元化については別の動画で詳しく話しますが、簡単に言えば、与えられた式を単位がない変数やパラメータだけで構成する操作のことです。これだけでは分かりにくいので、早速、1式で与えたミカエリスメンテン式を無次元化してみましょう。本式は従属変数として反応速度 v、基質濃度 s、パラメータとして Vmax、Km を含んでいます。これらは右の表に示す単位を持っています。以前の動画で述べましたが、単位は掛け算、割り算のような操作が可能です。今、2式で示す S を Km で割ったベータを定義します。S と Km はともにモルパーメータ3乗という単位を持っています。よって S を Km で割ったベータには単位がありません。これを無次元数と言います。そこでベータを無次元基質濃度と呼ぶことにします。同様に3式に示す V を Vmax で割った π を定義します。V と Vmax も同じ単位を持っているので π は無次元数になります。そこでこれを無次元反応速度と呼ぶことにします。これらを導入することにより4式を得ます。本式は無次元化されたミカエリスメンテン式であり、無次元数だけで構成されています。今、2種類の構想を用いて解分式反応を行ったとしましょう。一定の構想濃度に対して基質初濃度 S0 を様々に変えて反応初速度 V0 を測定し、ここに示す実験データを得ました。この時の V0 と S0 の関係は1式から5式のように表されます。Vmax と Km を決定するため、5式を6式のように線形化します。式の線形化にはいくつかの方法がありますが、ここでは6式を使用します。表中の V0 と S0 の値を使って S0 割る V0 の値を計算し、これを縦軸に、S0 を横軸に取りプロットします。これにより次のような2つの図を得ます。2つのプロットとも実験データが直線上にあることが明らかです。このことはどちらの酵素ともミカエリスメンテン型反応に従うことを意味します。しかし両方の直線の勾配と切片は異なります。線形最小2乗法により実験データに対して直線の式を決定し、その勾配と切片から Vmax と Km を計算したところ、ここに示す値を得ました。両酵素の Vmax 同士、Km 同士を比較してみてください。どちらも大きく異なります。酵素が異なるため、この結果は当然のことですね。ここまでは皆さんがよく知っていることです。次に、同様の線形化プロットを無次元式で考えてみましょう。4式は7式の関係で表されます。ここで π0 と β0 は8式、9式で与えられます。7式の線形化式は10式のようになります。そこで前と同じ2つの酵素反応の実験データを使って π0 と β0 を計算し、縦軸に β0 割る π0、横軸に β0 を取りプロットします。
その結果は次のようになりました。ご覧のように2つの交差反応の実験データは勾配、切片ともに1の値を持つ1本の直線上に見事に乗ります。すなわち有次元座標系では異なって現れる各構素の個性が無次元座標系では失われてしまうのです。この結果はミカエリスメンテン式に従うすべての交差反応において成り立ちます。言い換えれば、交差反応がミカエリスメンテン機構に従うならば、無次元座標系での線形化プロットは勾配と切片がともに1の直線となります。これはミカエリスメンテン式の特性の一つですね。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。